はい、地球のわけなんじゅです。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。今回紹介したい商品はこちら、ゴッドハンドさんのガラスカッターマットです。見たことあるという方も多いんじゃないかなと思うんですけども、実際、カッターマットってこういうちょっと柔らかい素材でできてますよね。ガラスカッターマットっていう名前の通り、これガラスでできてるんですよね。この2つどう違うのか、そしてなぜガラスカッターマットがおすすめなのかというのを今回お話しできたらと思っております。箱から開けてみるとこんな感じです。ガラスですね。めっちゃ綺麗。これ滑り止めがついてるんですね。この滑り止め、6個ついてるんで、もう6箇所全部使っちゃおう。はい、こんな感じ。はい。これでね、滑りにくくなったと思います。これで準備は完了でございます。マスキングテープをカットする時が、一番このガラスカッターマットの使いどころかなと思うんですけども、角がしっかり立ってた状態でカットすることができるんですよね。ガラスなので沈み込まないわけじゃないですか。なんで本当にこう楽な力で滑らすように使える。もしかしたらツルツルすぎてっていうのもあるかもしれないですけど、それはもうなんか慣れかなと思いますね。もうこの力の抜きっぷりになれるというか、さらにいいのがカッターマットってやっぱりそのピンセットでこうつまんだ時にこの角がねマットに沈み込んじゃって、なんで角だけ少しこうよれるというか、そういったことも起きない。これ何気に一番すごいなと。なんでこうやって細く短冊切りする人は使いやすいんじゃないかなと思います。刃先が回転する回転カッターってやつですね。これを使う時なんかはすごい便利なんですよ。カッターマットに少し食い込んでしまうとその回転がすごいしづらいんですよね。それがこのガラスカッターマットは滑らすように使えますので、こういった専用のナイフが非常に使いやすくなります。こうほら。でこのガラスカッターマットを使うコツとしては、切ってやるぞというようなモチベーションじゃなくて、なんかほんと滑らすようなイメージだそうです。慣れるとね簡単だわ。ほらこうやって迷彩柄をカットするのにほらいいんじゃないですか。ほらこんな感じ。はい、続いてはこちらヒートアイゼンとかこうハンダゴテとかですね、そういう熱いものを使う時に普通のカッターマットだとやっぱり下が溶けちゃうじゃないですか。でもこれガラスなので下の台座にしてもほら全然溶けてない。ガラスなんで全く問題ないってことですね。例えばこういうちょっと角だけ落としたいなと思った時に下がちゃんとしっかりしてれば安心して使えますもんね。下に紙とかあったら燃えちゃうし、下がゴム製だったら変な匂いするし、やっぱりガラスを下にすると安心ですね。いいんじゃないですか。はい、こんな感じ。ガラスなんでほらこうやってちょっとこすったらほら綺麗に全部取れちゃう。常に綺麗な状態を保っていられますよということです。さっきの話で表面が常に綺麗で使えますよというところの、ちょっとお話なんですけども、今こちらがですね缶スプレーをカッターマットに吹いてみました。そしてこれがパテですね。でこうちょっと分かりにくいんですけれど、瞬間接着剤をこびりつかせております。さっとね綺麗にしていきたいと思います。まずこの塗料についてなんですけれども、ツールクリーナーで拭き取ってもらって問題ないです。ほらすごい綺麗で、メモリが下に印刷されてますからメモリが消える心配もないですよね。はい、続きましてパテなんですけれども、これもなんかヘラみたいなので削っていけば取れます。金属だとちょっと怖いんで、なんかプラスチックの物差しですけど、こういう硬いもんでねこうやってやっていけばガリガリ。これこそ逆にツールクリーナーで溶かした方がいいんじゃない。そうだね。ツールクリーナーの方がよく落ちるわね。あとねこれ瞬間接着剤ですね。瞬間接着剤ってもうカッターマットについたらもう削り落とすしかないんで、そこでえぐれたりとかしても最悪なんですけど、しかもこれ高強度でやってますから、普通の瞬間接着剤でやればいいものを、ほら今ビリって言ったでしょ。ほら高強度もしっかり、ほらこれ気持ちいい。これ気持ちいい。しっかりと剥がすことができます。ほら元通り。続いてはですね超音波カッターが使えるんですよ。こんな感じでプラ板加工に超音波カッターがこ
こう使えます。ほらね、全然大丈夫でしょ。ただこれあまりにも出力が高い超音波カッターだとそのガラスカッターマットが欠けてしまうということがあるそうですので、今エコーテックさんの ZO41 を使ってるんですけど、これぐらいだったらですね全く問題がなさそうですね。カットできております。ちょっと OKOK ね。はい、問題なく使えております。次はですね、ガラスカッターマットの弱点というか、そういったお話ができたらと思うんですけれども、例えば今このプラ板厚みが 2mm ぐらいなんですけれども、あんまりにも厚いプラ板工作には向いていません。っていうのが、例えばこのカッターナイフとか、筋彫りでもいいですよ。こうカットする時にこの刃が段差でこうですね、ストンストンという感じ。今ちょっと怖くてやりたくないんですけど、こうストンと落ちる感じね。こうストンと。この段差でこの刃の先端がガラスに当たるとですね、刃が欠けます。ガラスカッターマットは無事なんですけど、刃の方が負けると。で、よっぽど当たりどころが悪いと今度カッターマットの方が一部こう欠けるというかね、穴が開いたりします。ガラスカッターマットが完全に負けてしまうのはこの P カッターですね。もう天敵だそうです。これでもうカツンっていくとこの先端がもうとても鋭利なのでここに穴が開いちゃうそうです。なので、プラ板工作はさっきの超音波カッターとかでそのさっきのカツンっていう段差でねならないような工作であれば、超音波カッターだったらいいんですけど、こういうデザインナイフカッターナイフ、特に P カッターはね使わない方がいいんじゃないかなと思います。というわけで今回紹介したのはゴッドハンドさんのガラスカッターマットなんですけども、最後にですねガラスなんで危ないんじゃないかと、割れたりとかね怪我の恐れはないかというとこなんですけども、これやりませんけども落とした時にですね粉々に砕けるそうです。なのでひびが入ってパキみたいなんじゃなくてもう砕けるそうなので、そこで手を切って怪我をしたりとか、そういったことはないのでご安心くださいということでした。ね、でこれ僕出た当初にこれ買ってずっと使ってるやつなんですけど、今のやつってなんか色が濃さが違うね。そうですね。はい、ということで僕は初回版持ってるってことですね。何のマウントって話なんですけどなんで今回のね動画を見てこれいいなと思った方は是非手に取ってみてください。はい、こんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。